はじめましての人も、普段仲良くしてくれてる人もこんにちは。もこためめめだよ。今回はアイドル部に入ってから初めての動画なので、初めてめめめの動画を見てくれた人に向けて軽く自己紹介をしておこうかと思います。私の名前はもこためめめ。天使という存在が生まれた時から存在している永遠の17歳だよ。好きなものは楽しいこと、寝ること、可愛いもの、それから美味しいものを食べること。漠然としすぎている。そうだな。例えば、ゲームとかアニメとか音楽とかおしゃべりとか、あとお絵描き。最近はモデリングを勉強し始めて、モデリングするのも楽しいよ。可愛いものは例えば可愛い動物とか小物とかインテリア、あと可愛い子が好き。って言ってもかっこいいのも好きなんだけどね。好きな食べ物は多すぎて全部紹介してたら動画の時間がやべえことになるから割愛するけど、好きな飲み物は牛乳。いっつも牛乳飲んでるよ。あと嫌いなものっていうとあんまり浮かばないんだけど、めんどくさいことが嫌い。で、めんどくさいこと好きな人なんかあんまりいないから普通か。食べられない食べ物はね、ウニだけは食べられないよ。まあこんな感じかな。めめめのことはこれから一緒にいっぱい知っていってくれると嬉しいな。で、続いて皆さん、めめめって普通の人型には見えないよね。この耳とか人間には生えてないよね。めめめはある動物とある動物、そして人間が一緒になったバーチャルの存在です。さて、そのある動物とある動物とは一体何でしょうか。チッ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 。はい、みんな考えたかな？正解は羊とアルパカと人間でした全然羊とアルパカ味を感じねえって。まあまあそこは心の目で見ていただいて、羊といえばみんな眠れない時は羊を数えるっていうよね。羊といえば寝る、寝るといえば夢。そう、夢。今回は最近めめめが見たいくつかの夢を紹介します。面白いかどうかはわかんないけど、話のネタにでもなればいいなと思うので、適当に聞き流してください。まず一つ目、夢の中でめめめはパソコンをいじっていました。そしたら急に画面にこんな警告文が出てきて、で、びっくりしちゃって、やばいと思って焦って何度も再起動してたら画面が変わったのね。そしたらさ、ハンバーガーショップの店員みたいなキャラクターが出てきて、しょうがないな、今回は許してあげるよ。その代わり2018年度ハンバーガーショップのイメージキャラクターナンバー1はキャサリンだよって言って消えていったんだよ。その後消えたと思ったらカラオケ屋のウイルスに乗っ取られるっていう続きもありました。やばいね、謎だったね。でもね、謎なんだけど、めめめはこの時すっごい焦ってたの。夢の中のめめめは。いやー、ほんとヒヤヒヤしたな。で、次、めめめ誰かの家に行ってたのね。そしたら目の前に明らかにケーキとかが入ってそうな白い箱があって、中を開けてみたらプリンがいっぱい入ってて、あとドーナツもありましたその時めめめはめっちゃ食べたいプリンがあって、食べたくて仕方なかったんだけど、全員揃うまで食べちゃダメとか、めめめは最後に決めてとか、なんかまあその辺は曖昧なんだけど、お預け食らっちゃって、早く食べさせてよ、なんでだよって大しく泣いてたっていう本当に惜しかった。うおーって泣いてたね。流れでそのまま冷蔵庫を開けたんだけど、冷蔵庫の奥の方に飲むタイプのヨーグルトがあって、それの賞味期限が2015年までで、これは絶対捨てた方がいいなっていうところで目が覚めました。なん
かなんだろう、夢の中でも味っていうのかな、浮かんできたっていうか、その飲むタイプのヨーグルトが出てきた時はちょっと口の中がちょっと酸っぱくなったというか、みんなも冷蔵庫の中はちゃんと整理するようにしてください。で、もしかしたらウイルスに対して異常な恐怖心を持っているんじゃないかなって思い始めた、そんな夢です。そうです。またウイルスに感染する夢を見ました。しかも次はウィンドウの右下になんかホラー映画みたいな小さい画面があって、で長い髪の女の人がうわーってこっちに追いかかってくるのね。うわーって。でめがそれめっちゃくちゃ怖くて、なんか今思うと別に全然怖くないんだけど、でほんともう視界にも入れたくなくて、で近くにいた友達になんとかしといてね、よろしくって言って、めはもう一目散に家から出て行きました。でその時外は夜だったんですけど、ネットカフェとかで夜を明かそうかなと思ってネットカフェに向かったんですね。で受付の方に行って「何名様ですか?」って聞かれたから「1名です」ってやり取りをして、でそのまま店員さんにお部屋を案内してもらったんですけど、ガラッと扉を開けたらね、だいたいネットカフェって一人部屋じゃんか、なんかペアシートとかあるみたいなんだけど、まあだいたい個室っつってもなんか一人じゃんか。なのにさ、めが通されたのは一人部屋でもペアシートでもなくて、飲食店の個室みたいなところで、しかもそこにはすでに美人なお姉さんたちが酔っ払った状態で3人で飲んでるのね。なんかもう出来上がっててすでに。でめはあれ相席って思いながら、なんか不思議だなって思いながらもめはそこに座ったのね。そしたら美人なお姉さんたちはどうやら仕事を辞めてしまった集まりだったみたいで、なぜかそのまま美人なお姉さんたちと仲良くなって社会復帰目指すぞーってネットカフェを一緒に出て行ったっていう、そんな夢でした。なんだろうね、途中からウイルスのこと忘れてるよね。まあでも美人なお姉さんたちと仲良くなって一緒に出て行ったっていう時のめは嬉しかった。なんかお友達ができたぞーみたいな、って感じで意気揚々とネットカフェを出て行ってました。最後はめっちゃ短い夢なんだけど、3つ目の夢の後に見た夢だったかな。めがどっからか家に帰ろうとして下り坂を下ろうとしたら、なぜかその先がプールのウォータースライダーみたいになってて、めの中では川っていう認識だったんだけど、やばいぐらい水の量と勢いがものすごくって、すごい勢いで水が流れてて、めはそのままジャーって川で流れていくんだけど、向こう側から髪のない頭部が流れてきて、なぜかその次の瞬間からゲームになってたのね。なんかスマホゲームみたいな。夢の中では有名なリズムゲームで、その髪のない頭部は妖怪の美少女の頭部っていう認識だったね、めの中では。では躊躇なくその頭部に手を伸ばしてゲームを開始したっていう。リズムゲームだから、なんかこう手を頭に当てて、でその5本指でタイミングよく押すみたいな。なぜかめたちはその妖怪の美少女の頭部と一緒に川に流れてる状態なのね。思い当たるゲームがないので謎ですね。こんなゲーム誰か開発してください。はい、以上がめの最近見た個人的に面白かったなっていう夢でした。夢ってさ、ほんと面白いよね。こういう夢って何を表してるんでしょうね。めの夢の夢占い考察とか、あとみんなが見た面白い夢とかあったら、ぜひコメントとかに書いていってくれると嬉しいです。はい、それでは見てくれてありがとう。もこためでした。じゃあのー。